世界一周を2回してて、最初の時は6歳の時、お母さんと妹とおばあちゃん一緒に世界一周して、2回目はフィジー留学終わって、これから進路どうしようっていうのを高3で結構考えてる段階で、やっぱりもう一回世界を見たいなと思って、いろいろ探した時に、世界一周をできる学習プログラムみたいなのがあって、それで全部資料を出してもらっていけるからこれいいなっていう。結構印象的だった国がいくつかあって、南アフリカが特に印象的だったんだけど、その時に昔のアパルトヘイトが行われてたランガ地区っていう場所に行って、その当時の歴史とか、今どうやってコミュニティを再生してるのかみたいな話を聞いて、すごいパワーをもらった、エンパワーメントされて、自分よりももっと社会状況が悪い人たちが頑張って世界を変えてるのを見て、日本でも何かやりたいのやれるなっていうのが、結構一番大きな印象。そうだね。さっき言った南アフリカで感じた社会は変えられるっていう思いから、日本に帰っていくつか社会アクション的なことをしていて、Fridays for Future っていう、スウェーデンのグレタ・トゥーンベルさんから始まった、環境アクションがあって、その日本支部で利用してたりとか、あとは選挙の時に議員さんに、気候危機について聞くっていうのとかを、やろうかなっていう気がした。一応気候正義っていう考え方があって、先進国って言われる国が産業革命以降すごい発展するために環境をダメにしてまで発展してきて、その結果地球が温暖化していろんな災害が生まれちゃうんだけど、でも先進国は割とそれに対応するお金も持ってるんだけど、グローバルノースって言われるあまり対応する能力がない人たちは、自分たちはあんまり環境破壊してないけど、その幸せが来ちゃうっていうので、そういうのは人権の考え方に照らし合わせると不公正だから是正すべきだよねっていうのがあって、その理念に基づいて環境問題もやってるし、でももっと広く言うと、他の人権問題もやるべきだなとは思う。自分的には、いろんな話を聞いて、一時情報にすごい価値があるなと思って、いろんなマスメディアとか SNS で情報が溢れちゃって、本来聞くべき価値の一時情報がすごい薄れていってる、見えにくくなってるなっていうので、一時情報を扱ってる市民メディアが、どんどん他のメディアに確実に潰れちゃっているっていう現状があって、そういう市民メディアを包括的に支援する NGO っていうのを立ち上げたくて、ビジネスの知見も必要だろうっていうので、ゲームに入ったんだけど、環境とか、今自分が興味ある経済学とか、そういったものは本を読むことで自分で勉強できるなと思ったから、割と専門性高いところを当時から学ぼうというのでできるようになった。抽象的に言うと、理論と実践をつなぐハブになりたいなっていうのが大まかに夢としてあって、というのもいわゆる東京大学とかを出て、東大の博士とか行って研究しているような教授の論文内容って、実践であんまり届いてないなっていうのが問題意識としてあって、でも自分は結構社会アクションするっていう実践の方もやってるし、これからもやりたいと思ってるから、いろいろな情報を他の人が学んだ研究っていうのを分かりやすく実践に流していくような役割をできたらいいなって思ってる。